春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、山の高台などの高所をスタート地点とし、地上のゴール地点まで一気に滑り降りる、ジップラインに挑戦してみようと思います。ジップライン作ってみた。早速挑戦してみましょう。1、プレイヤー判定用 BPI の作成。プレイヤー判定で使うブループリントインターフェースを作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース。名前を BPI ジップラインプレイヤーにします。ファイルを開きます。関数、新規関数を BPIF is プレイヤーにします。アウトプットのプラスをクリックして変数を追加します。変数名 is プレイヤー、ブーリアン型にします。コンパイルして保存します。1-1、BPI を操作キャラクターに実装。BPI ジップラインプレイヤーを操作キャラクターに実装します。BP サードパーソンキャラクターを作業フォルダにコピーします。名前を BP ジップラインキャラクターにします。デフォルトコーンクラスに BP ジップラインキャラクターを指定します。BP ジップラインキャラクターファイルを開きます。クラス設定、実装インターフェース。追加のプルダウンメニューより BPI ジップラインプレイヤーを追加します。マイブループリントパネル、インターフェースに作成した関数 BPIF is プレイヤーが追加されます。関数 BPIF is プレイヤーをダブルクリックして開きます。is プレイヤーコントロールドノードを配置します。リターンノードの is プレイヤーピンにつなぎます。コンパイルして保存します。2、ジップライン用アクターの作成。ジップライン用のアクターを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BP ジップラインにします。ファイルを開きます。ビューポートに移動します。コンポーネントパネルのプラス追加より、スプラインコンポーネントを追加します。スプラインコンポーネントを選択します。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をスタートコリジョンにします。詳細パネル、形状、ボックスエクステンドを 64.0、64.0、320.0 にします。線の太さを 5.0 にします。詳細パネル、ハイデンインゲームを一旦無効にします。スプラインコンポーネントを選択します。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をエンドコリジョンにします。詳細パネル、形状、ボックスエクステンドを 64.0、64.0、320.0 にします。線の太さを 5.0 にします。詳細パネル、ハイデンインゲームを一旦無効にします。コンパイルして保存します。BP ジップラインをレベルに配置します。スプラインポイントを伸ばして設置します。座標を直接入力することもできます。オルトキーを押しながらスプラインポイントを伸ばすと、スプラインポイントを増やすことができます。スプラインポイントを移動させるとカーブを描くこともできます。3、スプラインポイントとエンドコリジョンの連携。スプラインポイントを伸ばすと、エンドコリジョンもそれに伴って移動するようにします。BP ジップラインを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。3-1、エンドコリジョンの移動。コンポーネントパネルより、エンドコリジョンを配置します。エンドコリジョンより、セットワールドトランスフォームノードを配置します。コンストラクションスクリプトにつなぎます。ニュートランスフォームを右クリックして、構造体ピンを分割します。ニュートランスフォームローテーションを右クリックして、構造体ピンを分割します。3-2、ラストスプラインポイントの位置取得。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットトランスフォームアットディスタンスアロングスプラインノードを配置します。ゲットトランスフォームアットディスタンスアロングスプラインノードは、スプラインの長さを与えると、スプライン上のその点に対応するトランスフォームを返します。スプラインコンポーネントより、ゲットスプラインレンクスノードを配置します。ゲットスプラインレンクスノードは、スプラインの長さを取得します。ディスタンスピンにつなぎます。ワールドでの位置を取得したいので、コーディネートスペースをワールドにします。リターンバリューを右クリックして、構造体ピンを分割します。リターンバリューローテーションを右クリックして、構造体ピンを分割します。
リターンバリューロケーションをニュートランスフォームロケーションにつなぎます。リターンバリューローテーション Z、ニュートランスフォームローテーション Z につなぎます。コンパイルして保存します。エンドコリジョンが最後のスプラインポイントに移動しましたね。4、スタートコリジョン側。スタートコリジョン側の処理を作成します。BP ジップラインを開きます。コンポーネントパネルのスタートコリジョンを選択します。右クリック、イベントを追加。オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。イベントグラフにオンコンポーネントビギンオーバーラップノードが追加されます。4-1、プレイヤー判定。コリジョンにオーバーラップしたのが、プレイヤーかどうかを判定します。アザーアクターピンを右クリックして、変数へ昇格します。出力ピンより、BPIF is プレイヤー、メッセージノードを配置します。is プレイヤーピンより、ブランチノードを配置します。4-2、ジップライン状態判定。ブランチノードでの判定が重なるので、AND ノードを使います。is プレイヤーピンより、AND ブーリアンノードを配置します。ブランチノードのコンディションにつなぎます。変数ランニングジップライン、ブーリアン型を作成します。変数ランニングジップライン、ブーリアン型は、現在ジップラインを使用しているかどうかです。変数ランニングジップライン、ゲットノードを配置します。変数ランニングジップライン、ゲットノードより、ノットブーリアンノードを配置します。AND ブーリアンノードにつなぎます。ジップラインを使用していなければ、true に処理が流れます。ジップラインを使用していれば、false に処理が流れます。一旦コンパイルして保存します。5、DPI 関数グラブジップラインの作成。ジップラインにぶら下がるアニメーションを操作キャラクターに実行させるために、ジップラインの使用状態を操作キャラクターに知らせる BPI 関数を作成します。BPI ジップラインプレイヤーを開きます。プラス追加より、新規関数を追加します。名前を BPIF グラブジップラインにします。インプットのプラスをクリックして、変数を追加します。変数ランニングジップライン、ブーリアン型にします。コンパイルして保存します。5-1、捕まり処理へ、BP ジップラインを開きます。変数ランニングジップライン、セットノードを配置します。true にしてジップライン使用状態にします。ブランチノードの true につなぎます。リターンバリューピンより、BPIF グラブジップライン、メッセージノードを配置します。アザーアクタ、ゲットノードを配置します。ターゲットピンにつなぎます。6、スプライン上の移動。キャラクターがスプライン上を移動するようにします。6-1、キャラクターの変異。タイムライン。タイムラインで変異用のパラメータを作成します。アドタイムラインより、タイムラインノードを配置します。名前をジップラインランニングにします。タイムラインノードをダブルクリックして、タイムラインを開きます。0.0 の地点から1秒後に 1.0 の地点に線形移動するトラックを作成します。プラストラックより、フロートトラックを追加します。名前をレートにします。長さを 1.0 秒にします。右クリックして、キーを追加します。時間を 0.0、値を 0.0 にします。もう一つ右クリックして、キーを追加します。時間を 1.0、値を 1.0 にします。2つのキーを選択します。右クリックして、キー保管を自動にします。スタートとエンドがゆっくりになります。一旦コンパイルして保存します。捕まり処理をプレイフロムスタートにつなぎます。プレイフロムスタートは、常にトラックの 0.0 秒から始めることができます。6-2、タイムラインプレイレート。タイムラインの再生速度をレベルに配置した後でも変更できるようにします。変数ジップラインランニング、ゲットノードを配置します。変数ジップラインランニング、ゲットノードより、セットプレイレートノードを配置します。セットプレイレートノードは、タイムラインの再生レートを設定します。前の処理につなぎます。レートのデフォルトを 1.0 にしたいので、ニューレートに 1.0 と記載します。ニューレートを右クリックして、変数へ昇格します。名前をタイムラインプレイレートにします。インスタンス編集可能を有効にします。6-3、キャラクターの移動。コリジョンにオーバーラップしたキャラクターのトランスフォームをセットします。変数アザーアクタ、ゲットノードを配置します。変数アザーアクタ、ゲットノードより、セットアクタトランスフォームノードを配置します。
ニュートランスフォームピンを右クリックして構造体ピンを分割します。ニュートランスフォームロケーションピンを右クリックして構造体ピンを分割します。前の処理につなぎます。6-4 キャラクターの位置取得。スプライン上のキャラクターの位置を取得します。コンポーネントパネルよりスプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントよりゲットロケーションアットディスタンスアロングスプラインノードを配置します。ゲットロケーションアットディスタンスアロングスプラインノードはスプラインの長さと並行する距離より位置を取得します。ディスタンスを右クリックして変数へ昇格します。リターンバリューを右クリックして構造体ピンを分割します。リターンバリュー X をセットアクタートランスフォームノードのニュートランスフォームロケーション X ピンにつなぎます。リターンバリュー Y をセットアクタートランスフォームノードのニュートランスフォームロケーション Y ピンにつなぎます。リターンバリュー Z は高さです。キャラクターがジップラインを掴んでいるようにするために高さを調整します。リターンバリュー Z よりアドノードを配置します。下のピンにマイナス 120.0 と記入します。ニュートランスフォームロケーション Z ピンにつなぎます。コーディネートスペースをワールドにします。6-5スプライン上の距離取得。スプラインの長さと並行する距離を取得します。変数ディスタンス、セットノードを配置します。タイムラインノードのアップデートにつなぎます。後ろはセットアクタートランスフォームノードにつなぎます。コンポーネントパネルよりスプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントよりゲットスプラインレンクスノードを配置します。ゲットスプラインレンクスノードよりマルチプライノードを配置します。下のピンにタイムラインノードのレートピンをつなぎます。タイムラインが1の時はスプラインの長さを取得できます。タイムラインが 0.5 の時はスプラインの長さの半分を取得できます。マルチプライノードを変数ディスタンス、セットノードにつなぎます。7、手放し処理。端まで移動するとジップラインから手を離すようにします。変数ランニングジップライン、セットノードを配置します。フォールズにしてジップライン未使用状態にします。タイムラインノードのフィニッシュドにつなぎます。変数ランニングジップライン、セットノードより BTIF グラブジップライン、メッセージノードをつなぎます。変数アザーアクター、ゲットノードを配置します。ターゲットにつなぎます。一旦コンパイルして保存します。レベルに配置した BP ジップラインを選択します。再生レートを設定します。詳細パネル、デフォルト、タイムラインプレイレートを 0.5 にします。起動してみましょう。ちゃんと移動しましたね。8、エンドコリジョン側。エンドコリジョン側からもジップラインを使用できるようにします。BP ジップラインを開きます。コンポーネントパネルのエンドコリジョンを選択します。右クリック、イベントを追加。オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。イベントグラフにオンコンポーネントビギンオーバーラップノードが追加されます。プレイヤー判定とジップライン状態判定、捕まり処理へは同じ処理なので、コピーして貼り付けます。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。後ろの処理は、タイムラインノードのリバースフロムエンドピンにつなぎます。リバースフロムエンドは、常にトラックの最後から再生されます。一旦コンパイルして保存します。起動してみましょう。エンドコリジョン側からも移動できましたね。9、キャラクターの向き。キャラクターの向きが進路方向に向くように制御します。9-1、スプライン向き判定。BP ジップラインを開きます。変数スタートからエンド、ブーリアンナタを作成します。変数スタートからエンド、ブーリアンナタは、スタートからエンド方向に移動するときかどうかです。スタート側は、タイムラインノードの前に、変数スタートからエンド、セットノードを配置します。トゥルーにしてスタートからエンド方向にします。捕まり処理へとタイムラインのプレイフロムスタートにつなぎます。エンド側は、タイムラインノードの前に、変数スタートからエンド、セットノードを配置します。フォールズにしてエンドからスタート方向にします。
捕まり処理へとタイムラインのリバースフロムエンドにつなぎます。スプライン向き判定をスプライン上の距離取得のキャラクターの移動の間に配置します。変数スタートからエンド、ゲットノードを配置します。変数スタートからエンド、ゲットノードよりブランチノードを配置します。スプライン上の距離取得をつなぎます。スタートからエンド方向に移動するときは、トゥルーに処理が流れます。エンドからスタート方向に移動するときは、フォールズに処理が流れます。9の2、キャラクターの向き取得、スタートからエンド、スタートからエンド方向に移動するときのローテーションを取得します。セットアクタートランスフォームノードのニュートランスフォームローテーションピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をムーブローテーションにします。変数ムーブローテーション、セットノードを配置します。スプライン向き判定のブランチノードのトゥルーにつなぎます。後ろはセットアクタートランスフォームノードにつなぎます。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットローテーションアットディスタンスアロングスプラインノードを配置します。ゲットローテーションアットディスタンスアロングスプラインノードは、距離でのスプライン上の回転を取得します。変数ディスタンス、ゲットノードを配置します。ディスタンスにつなぎます。コーディネートスペースをワールドにします。リターンバリューを変数ムーブローテーション、セットノードにつなぎます。9の3、キャラクターの向き取得、エンドからスタート。エンドからスタート方向に移動するときは、フォールズに処理が流れます。変数ムーブローテーション、セットノードを配置します。スプライン向き判定のブランチノードのフォールズにつなぎます。後ろはセットアクタートランスフォームノードにつなぎます。引数を右クリックして、構造体ピンを分割します。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットローテーションアットディスタンスアロングスプラインノードを配置します。ゲットローテーションアットディスタンスアロングスプラインノードは、距離でのスプライン上の回転を取得します。変数ディスタンス、ゲットノードを配置します。ディスタンスにつなぎます。コーディネートスペースをワールドにします。リターンバリューを右クリックして、構造体ピンを分割します。リターンバリュー X、ロールをムーブローテーション X、ロールにつなぎます。リターンバリュー Y、ピッチをムーブローテーション Y、ピッチにつなぎます。リターンバリュー Z、陽は180度プラスします。リターンバリュー Z、陽よりアドノードを配置します。下のピンに 180.0 と入力します。ムーブローテーション Z、陽につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。キャラクターが進行方向に沿った向きになりましたね。10、アニメーション。ジップラインにぶら下がるアニメーションを実装します。10の1、アニメーションのインポート。使用するアニメーションシーケンスは、事前にミクサモよりアニメーションをダウンロードしています。ハンギングで検索したハンギングアニメーションをグリップ0にしてダウンロードしたものです。ダウンロードしたアニメーションを UE 後にインポートします。アニメーションシーケンスを右クリック、作成する。アニメモンタージュを作成でアニメーションモンタージュを作成します。10の2、デフォルトスロット。アニメーションモンタージュを開きます。デフォルトスロットでアニメーションが動いていることを確認します。操作キャラクターのアニメーションブループリントを開きます。アニムグラフを開きます。メインステイツノードとアウトプットポーズノードの間に、デフォルトスロットノードが配置されていることを確認します。デフォルトスロットノードは、アニムモンタージュを再生します。もしデフォルトスロットノードがなければ、メインステイツノードとアウトプットポーズノードの間に追加してください。アニメーションブループリントを閉じます。10の3、アニムモンタージュの実装。アニムモンタージュを操作キャラクターに実装します。BT ジップラインキャラクターを開きます。インターフェース、BTIF グラブジップラインを右クリックして、イベントを実装します。イベントグラフに、イベント BTIF グラブジップラインノードが配置されます。ランニングジップラインより、ブランチノードを配置します。ジップラインを使用していなければ、トゥルーに処理が流れます。ジップラインを使用していれば、フォールズに処理が流れます。プレイアニムモンタージュノードを配置します。
ブランチノードのトゥルーにつなぎます。アニムモンタージュに使用するアニムモンタージュを選択します。ストップアニムモンタージュノードを配置します。ブランチノードのホールズにつなぎます。アニムモンタージュに停止するアニムモンタージュを選択します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ジップラインに捕まってぶら下がるアニメーションが再生されましたね。12、ワイヤー用スタティックメッシュの作成。現在スプラインは起動すると見えなくなるので、ワイヤー用のスタティックメッシュを作成します。アクターを配置、ジオメトリ、シリンダーを配置します。詳細パネル、トランスフォーム、スケールを 0.03 にします。詳細パネル、ブラシセッティング、サイズを16にします。シリンダーブラシを複製して、上に積み上げます。今回は4個積み上げて5個にします。5個のシリンダーブラシをすべて選択します。詳細パネル、ブラシセッティング、詳細設定、スタティックメッシュを作成をクリックして、ブラシをスタティックメッシュにします。作業フォルダを選択します。スタティックメッシュを作成をクリックして、スタティックメッシュを作成します。コンテンツブラウザにスタティックメッシュが作成されます。作成したスタティックメッシュを開きます。マテリアルスロットに好みのマテリアルをセットします。ライティングアリをワイヤーフレームに変更します。スタティックメッシュの横方向にループカットが4つ入っていることが確認できます。シリンダーブラシを複製して4つに積み上げたのは、このループカットを入れるためです。ジップラインでスプラインを伸ばし、間にスプラインポイントを入れてカーブを作った場合、このループカットがないとカクカクになります。ループカットがたくさんあるとより滑らかにカーブを描くことができます。12、スプラインにワイヤー用スタティックメッシュを実装。スプラインのセグメント数、スプラインポイントに合わせてワイヤー用スタティックメッシュを実装します。DT ジップラインを開きます。コンストラクションスクリプトに記載します。12-1、スプラインポイントの取得、ホールプノードを配置します。コンストラクションスクリプトノードにつなぎます。インデックスを右クリックして変数へ昇格します。コンポーネントパネルよりスプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントよりゲットナンバーオブスプラインポイントノードを配置します。ゲットナンバーオブスプラインポイントノードはスプラインポイントの数を取得します。ホールプノードは0から数えるので、ゲットナンバーオブスプラインポイントノードから1を引きます。リターンバリューよりサブトラクトノードを配置します。下のピンに1を記入します。ホールプノードのラストインデックスにつなぎます。12-2、スプラインメッシュの追加とスタティックメッシュの指定。スプラインメッシュコンポーネントを追加してスタティックメッシュを指定します。アドスプラインメッシュコンポーネントノードを配置します。変数インデックス、セットノードにつなぎます。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をスプラインメッシュにします。変数スプラインメッシュ、セットノードよりセットスタティックメッシュノードを配置します。ニューメッシュにワイヤー用スタティックメッシュを指定します。12-3、軸の設定。スタティックメッシュを追加していくために前方軸を指定します。変数スプラインメッシュ、ゲットノードを配置します。変数スプラインメッシュ、ゲットノードよりセットフォワードアクシスノードを配置します。セットスタティックメッシュノードにつなぎます。ワイヤー用スタティックメッシュを開きます。Z 軸方向に伸ばしていきたいので、インフォワードアクシスを Z にします。12-4、配置するスタティックメッシュの開始位置と終了位置。変数スプラインメッシュ、ゲットノードを配置します。変数スプラインメッシュ、ゲットノードよりセットスタート&エンドノードを配置します。スタートのポジションとタンジェント、エンドのポジションとタンジェントを設定できます。タンジェントとは、サーフェスの頂点の放線ベクトルからサーフェスに沿って90度の角度にあるタンジェント、接線ベクトルのことを指します。前の処理につなぎます。ワイヤー用スタティックメッシュを開きます。表示、タンジェントを選択します。赤い線が表示されます。これがタンジェント、接線ベクトルです。12-4-1、スタートロケーション。スタートロケーションを取得します。
コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットロケーション&タンジェントアットスプラインポイントノードを配置します。ゲットロケーション&タンジェントアットスプラインポイントノードは、スプラインポイントの位置とタンジェントを取得します。変数インデックス、ゲットノードを配置します。変数インデックス、ゲットノードをポイントインデックスにつなぎます。ロケーションをスタートポジションにつなぎます。タンジェントをスタートタンジェントにつなぎます。12の4の2、エンドロケーション。エンドロケーションを取得します。スタートロケーションとほぼ同じなのでコピーして貼り付けます。エンドロケーションは次のスプラインポイントなので、インデックスを1増やします。変数インデックス、ゲットノードより、アドノードを配置します。下のピンに1を記入します。ポイントインデックスにつなぎます。ロケーションをエンドポジションにつなぎます。タンジェントをエンドタンジェントにつなぎます。コンパイルして保存します。レベルに配置した BT ジップラインに、ワイヤー用スタティックメッシュが表示されてますね。起動してみましょう。ちゃんとできましたね。移動にスピード感がプラスされるとメリハリがついていいですね。ジップラインを実装するメリットは、ゲームプレイの多様性、高低差のあるマップでの移動がスムーズになり、戦略的なプレイが可能になります。没入感の向上、高速で移動する感覚や風景の変化など、リアルな体験を提供します。レベルデザインの自由度、ジップラインを導入することで、レベルデザインの自由度が増し、複雑な地形や構造物を活用したマップ作成が可能になります。スピード感とアクション性。ジップラインを使った移動はスピード感があり、敵からの逃走や吸収など、ダイナミックな戦闘シーンを演出できます。マルチプレイヤーでの戦略性。チームメンバー間の迅速な移動や、敵の裏をかくための戦術など戦略的な移動手段として活用できます。視覚的な魅力。ジップラインのアニメーションやエフェクトは視覚的に魅力的で、プレイヤーにとって印象的なシーンを作り出すことができます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。